2025年どうなるタロットオラクルカードリーディング3つの選択肢の中からお選びください。左から1番イルカ、2番カメ、3番アザラシ。ピンときたものをお選びください。準備ができた方から始めていきます。1番イルカを選ばれた方の2025年どうなるかをリーディングしていきます。まずはじめにラブオラクルカードの方から1枚テーマを見ていきます。自然が出ました。ストレスから解放されたい時やお仕事や生活に関することで気になることがあるですとか、変化の必要性を感じているような時がありましたら、自然の中に出かけてみてください。緑の多いところでは心を開きやすくなると思います。自然はあらゆる可能性を秘めていると思います。新鮮な空気を思いっきり吸うことで活力が湧いてきたり、リラックスできて何かしらの必要なひらめきやヒントは受け取りやすくなると思います。自然の中で純粋なエネルギーとつながりましょう。次に現状課題を見ていきます。ワンドの5、風の3、投資する、整理整頓、勝利、さらに上を目指している、お仕事や人間関係において対立や葛藤を感じている、ご自分の主張を通していきたい、成功を勝ち取りたい、とても悲しい経験をしたという方は、悲しみに積極的に向き合っていくのに良い時期を迎えているようです。ご自分のためにならないなと感じるものは手放したり解放していきましょう。時とともに癒しが訪れてくるようです。投資するのカードが出ていますので、そのような能力をお持ちの方が多くご覧になっていらっしゃるのではないかなと思います。なんとなく浮かんでくるイメージですとか、夢ですね、夜寝ている時に見る夢などでそういうものがありましたら、ちょっとメモしておくといいと思うんですけれどもね。で、ご自分のそういう浮かんでくるイメージですとか、夢で見た内容などをできるだけ信頼することですね。愛を持って見ていくということが大切になると思います。そして身の回りの整理整頓をですね、することですね。身の回りの整理整頓をすることで人生のさまざまな部分が向上していくようです。
勝利のカード、嬉しいカードが出ていますので、願っていることや今まで誠実に取り組んできたことがあるという方は、その願いは叶っていくようです。今この瞬間に集中して幸せを感じてみてください。楽しむことで未来はより良い方向に行くようです。楽しんでいきましょう。次にこれからどうなるのか、詳しく見ていきたいと思います。カップの8、火の6、お羊座の上弦の月、自分の力を引き受ける。ヤギ座の上弦の月、とびきりの優しさを解き放つ。水亀座の新月、変化に心を開く。一つの区切りを迎えていく。時の移り変わりとともに考え方や気持ちなどさまざまなことが移ろい変化していく時期を迎えていくようです。やりがいを感じられなくなったことから離れて、情熱を感じる方向に進んでいくといいようです。プレッシャーを感じるような時があった時には、冷静に少し距離を置いて状況を見極めていくようにするといいようです。成功につながるような賢明な選択をしていくことが重要になります。今までいろいろ大変な思いをしながら進めてきた方は、目標に向けて計画的かつ戦略的に進めていくことで、困難を乗り越えて昇進や受賞など公に認められるという方もいらっしゃるかもしれません。それからインスピレーションを大切にしていくといいと思います。人生を楽しむことで活力を取り戻していく。そしてとびきりの優しさを解き放っていきましょう。1番を選ばれた方は、現状課題のところでも勝利のカードが出ていました。そしてこちらですね。こちらのカード、ここにもビクトリー、勝利が出ています。勝利に向けて進んでいく、そういう感じになってくると思います。では次に人間関係について見ていきます。女帝ダイアルカナカードですね。火の7、未来を抱きしめる。豊かさを育む。
スピリットからのメッセージを聞く。人生に豊かさが流れ込んでくるようです。受け取る価値があると信じること、そして行動していくことが大切になると思います。ご自分の持っている素晴らしさ、豊かさで穏やかな愛情や思いやりなどいろいろお持ちだと思うんですけれども、それを惜しみなく周りの方々に与えていきましょう。与えれば与えるほどより多くを受け取ることになっていくと思います。これは法則のようなものだと思います。豊かさを育むための種をまいて、より豊かな人間関係を育んでいくといいようです。争い事がですね、ある場合にはですね、賢く賢明により分けて選んでいく。ご自分にとってとても大切なことである場合には、ご自分の立場を守るために自信を持って主張していく。時にはノーとはっきり言うことが必要なのかもしれません。ご自分の信念を守ること、そして喜びに満ちた未来に向かって行動していくことが大切になると思います。立ち上がりましょう。スピリットからのメッセージを聞くカード、このカード出てますのでね、スピリットガイドであったり、ご先祖、あるいは亡くなった愛する人から何らかのメッセージが送られてくる可能性があります。愛に満ちたメッセージに気づくことができると信じてください。サイン。夜眠っている間に見る夢を通して何かしらのメッセージを受け取ることができるという方もいらっしゃるのではないかなと思います。心を開いてください。そして一番素晴らしい未来を想像していきましょう。何もしないで望む結果になることは少ないと思います。今現在に喜びを見つけながら、瞬間瞬間に未来を想像して今幸せになってください。人生の旅の目的は内なる宝を発見していくことだと思います。幸せな未来をイメージしながら人と喜びを分かち合っていくようにするといいようです。ではここからはさらに掘り下げて必要なメッセージ、アドバイスとなるようなメッセージを一番さんにいただいていきます。ソードの8、風の7、サブローザ、目に見えないところに隠されています。神秘、学びと教え。種の情報。青写真は自分自身の内側にあります。次の一歩を踏み出しましょう。聖杯、
際限のない探索はやめます。内なる探求。個人的な自由を失っているですとか、失いかけているというふうに感じたり、心が不安定になることがある場合には用心してください。もしかすると周りに誠実でない人、誠実でない行動をする人、秘密などがあるかもしれませんので、注意してみる必要があるかもしれません。真実を見ていく強さが必要なのかもしれません。本来の状態、正しい状態に戻すことが必要なのかもしれません。魂に学ぶ。気づいてほしい何かがあるようです。それは目に見えるものの先にある、目に見えないところに隠されているようです。疑問に感じていることがある場合には、その疑問を解き明かして明らかにすることで真実を見出していくことができる可能性があります。種の情報。種はどうすべきかを知っています。私たちも種のようなものだと思います。種は真っ暗な土の中に埋められて初めて光を浴びて花開いていきますけれども、花を咲かせるためにはつぼみの束縛から脱する必要があります。人生に起こるさまざまなことを乗り越えるために必要な情報は自分自身の内にあると伝えています。青写真は自分自身の内にあるということを忘れないでください。おそらく何をなすべきかということは分かっていると思いますので、自分自身を信じて進めていくことが大切になると思います。聖杯。聖杯はですね、究極の魂の探求。自分自身の内側に目を向けて深く入っていくことで探していたものが見つかるのかもしれません。そうすることで本当に大事なことにより集中していくことができるようです。では最後にブルーミングホープオラクルカードの方から1枚メッセージをいただいていきます。バーベナ魔力。予知夢を見たり、シンクロニシティ、不思議な偶然などのサインをキャッチすることができるという方が多くご覧になっていらっしゃるのではないかなと思います。その能力を自分自身や周りの人のために使っていってほしいと伝えています。宇宙からのサインは幸せの予兆ですので、みんなのためにシェアしていくといいと思います。停滞していたことが動き出したり、新たな出会いや臨時収入があるという方もいらっしゃるかもしれません。1番を選ばれた方へのメッセージは以上になります。ピンとくるメッセージや心に残るメッセージがございましたら参考にしていただけると幸いです。愛と感謝を送ります。ありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。2番、亀を選ばれた方の2025年どうなるのか、タロットオラクルカードリーディングしていきます。
まずはじめにラブオラクルカードから1枚テーマについて見ていきます。自分を優先する。2025年は自分を優先する年。ご自分が楽しいと感じることや心地いいと感じる時間を過ごすことがテーマになります。心の奥底の声に耳を傾けて、ご自分の幸せを求めて行動していきましょう。自分自身に対して無条件の愛を向けていく。そうすることで何が起きてくるのか、何を経験することになるのかを楽しみながら、自分自身に丁寧に対応していくことが2番さんのテーマとなります。次に現状、課題を見ていきます。逆位置のペンタクルの4。風の2。慈しみの心。優しさ。天国からの挨拶。心の中に葛藤を抱えていたり、何かと何かの間で迷っていて、決断するのが難しい状態。手に入れたものを守っていきたいんだけれども、守っていけないのではないかという気持ちになったり、維持できないのではないかというふうに思ってしまう時がある。大切な人との信頼関係がうまく築けていないというふうに感じたりする時がありましたら、自分自身と相手の人、周りの人に対して柔らかい気持ち、慈しみの気持ち、慈しみの心を持って接するように心がけるといいようです。許しの心、優しさを持って状況を見ていくことで、感情的な毒素が解放されたり、自然と癒されていくようです。何かを決断しなければならないけれどできないというふうに感じるときには、今すぐには決断できなくても大丈夫と伝えています。まずご自分の気分を整えることをする。例えば優しい音楽、お好きな音楽を聴いてみてください。心が優しさで満たされてくるに従って、何をすると一番いいのかがはっきりしてくるという方もいらっしゃると思います。天国からの挨拶のカードが出ていますので、天国からのサインに注意してください。天国にいる愛する人から何かしらのメッセージを受け取ることができる可能性があります。夜眠っている間に夢に現れたり、何かしらのメッセージやサインを
受け取ることができる方もいらっしゃると思います。ご自分が受け取ったサインやメッセージ、直感を信じることがとても大切になると思います。次にこれからどうなるのか詳しく見ていきます。ダイアルカナカード逆位置の星、こちらもダイアルカナカード忍者、魚座の加減の月、話すよりも感じる、お牛座の新月、自分の価値を知る、いて座の加減の月、感謝を行動で表す、自己発見、人生の神秘さや不思議さに思いを巡らせる、悟り、心穏やかに過ごす、大いなる源とのつながりを取り戻していく、期待外れの出来事やストレスだったり、理想と現実とのギャップを感じて、これから先がよく見えないような感じがしたり、悲観的な考えが浮かんでくるような時がありましたら、まず感じることを増やしていくといいようです。ご自分が望んでいること、欲しいものについて考えて、その時どのような気持ちが湧いてくるのか、どんな気分になるのかなど、言葉よりも感じることに意識を向けてみてください。そして自分自身の内側を見てみましょう。自分自身を大切にすることができているかどうか、自分自身を信じることができているかどうかをチェックしてみてください。自己信頼感、自分らしさを大切にしていくことで、ご自分の価値を知ることができると思います。そしてそれは周りにいる人の価値を理解することにもつながっていくようです。これからはもっと自分自身を好きになっていきましょう。そうすることで目標や夢に向かってたゆまず進んでいくことができると思いますし、チャンスも開けてくると思います。それから立ち向かうべきものがある場合には、心を開くことと、あまり深刻になりすぎずに楽に構えるといいようです。手に負えない問題ではないと伝えてくれています。夢を叶えるには、時と場所などベストなタイミングと状況があるようです。思いの炎は
保ち続けることが大切になると思います。次に人間関係について見ていきます。こちらも忍者ですね。大アルカナカードの逆位置の忍者。こちらでもね、忍者出てましたね。風の7。橋の修復。輝きを表す。力を発揮する。人間関係の中で何かを失っていないかに気をつける。誰かが気づいていないことが起こっていないかどうかをチェックする。軽率な協力関係に注意。個人的な自由の損失、物質的な損失がないかを目を光らせておく必要があるようです。真実を見ていく勇気を大切にしてください。人間関係に関することで何か問題が生じたり傷つくことがあって癒しが必要な時には丁寧に修復していくといいようです。必要と感じることをすべてやってみるくらいの気持ちで何をする必要があるのかについて気持ちに関わるところまで対処していくといいようです。必要と感じる人がいる場合には連絡をしてみるといいかもしれません。あるいは周りに人間関係における修復が必要な人がいたら手伝ってあげるといいと思います。それから静かな時間をできるだけ確保してご自分の内側、内なる光を明るく輝かせて世界を照らしていきましょう。内側からの光を輝かせて灯台のような役割を果たしていくという方もいらっしゃるのではないかなと思います。私たちは愛と光です。宇宙からの祝福が降り注がれてくるようです。サポートを受け取って世界を明るく照らしていきましょう。この動画をご覧になっている皆さんはきっとそのようなお役目がある方が多くご覧になっていらっしゃるのではないかなと思います。力を発揮するのカード出てますのでね、今まで閉鎖的で孤立しがちでなかなか行動に起こせなかったという方いらっしゃいましたら、力を発揮していく時を迎えていくようです。自分自身を信じて自信を持ってご自分のできることを通して力を発揮していってください。2番さんの美しい光を輝かせれば輝かせるほど周りの人もご自分の光を見出して
輝いていくことができるのだと思います。もし力をね手放してしまったというふうに感じている方いらっしゃいましたら、取り戻していきましょう。立ち上がる時が近づいていると思います。自分自身を信じることで力を発揮しやすくなって輝いていくことにつながっていくのだと思います。ではここからはさらに掘り下げて、2番さんに必要なメッセージ、アドバイスとなるようなメッセージをいただいていきます。ソードのクイーン、水の8、太陽、喜び、享受、トゲのないバラ、喜びの権利があります。平和、母なる大地のささやき、創造性、アイデア、ひらめき、人生に大きな変化を起こす、先へ進む、望んでいることが何かあるのではないでしょうか。満足感やより多くの経験をするために何かを手放して行動していくという方もいらっしゃるかもしれません。自分自身にとっての真実を見極めたり、人生のより深い意味を探るために行動し始めていくといいようです。ご自分の考えにのっとって計画的に冷静に進めていくことが大切になると思います。太陽のカードですね。素晴らしいカード出ました。生命力、自分を信じる心、成功、積極性などを想像させる太陽のカードですね。面白いと感じることや楽しいと思うことをしてください。太陽の暖かい光を浴びて生きていることの喜びに浸ってみるのもいいと思います。生命力が強くなってくるのを感じることができたり、生きていることの喜びを感じて体に対する感謝の気持ちが自然に湧いてくるという方もいらっしゃるのではないかなと思います。心にゆとりを持って楽しんだり、純粋に楽しむことが大切になると思います。今までとても頑張ってきたという方、多くご覧になっていらっしゃるのではないでしょうか。トゲのないバラのカードが喜びの権利があると伝えています。
疲れを感じている方は体を休めてあげてください。お好きな香りを楽しみながらくつろいだり、平和で楽しい時間を味わうのもいいと思います。喜びに浸る時間を確保して人生を満喫していきましょう。母なる大地のささやきのカードが出ています。ご自分の魂の声に耳を傾けてみてください。何を想像し表現していきたいと願っていますでしょうか。まだ形になっていないもので作り出したいものがあるのではないでしょうか。創造性と直感を生かしながら地に足をつけて少しずつでもいいと思いますので前に進んでいきましょう。では最後にブルーミングホップオラクルカードの方から1枚メッセージをいただきます。木蓮、自然への愛。自然あふれる環境の中で過ごすと安らぎを感じるという方、多くご覧になっていらっしゃるのではないでしょうか。自然と宇宙はつながっています。宇宙や自然からエネルギーを受け取ることで物事がより良い方向に導かれていくようです。自然への愛からインスピレーションやひらめきを受け取ってください。受け取ったメッセージを生かしていくことで心が癒されたり豊かな人生に導かれていくという方もいらっしゃるのではないかなと思います。自然への愛を大切にしていってください。2番を選ばれた方へのメッセージは以上になります。ピンとくるメッセージや心にスーッと入ってくるメッセージがございましたら参考にしていただけると幸いです。愛と感謝を送ります。ありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。3番アザラシを選ばれた方の2025年どうなるのか、タロットオラクルカードリーディングしていきます。まずはじめにラブオラクルカードから1枚テーマを見ていきます。注意。2025年は直感的に何かおかしいと感じること、違和感に注意しながら幸せのための行動を選んでいく年。人間関係で不健康なサイクルがある場合には抜け出す方法を探して本当に必要なものを手に入れていくことが3番さんのテーマになります。現状課題を見ていきます。逆位置のカップのキング、大アルカナカードのバランス、リーダーシップ、
からの挨拶。仕事の転機、変わり目ですね。お仕事に関することで変化、変わり目、転機を迎えている。それは人生の目的や使命と関わっているようです。ご自分の置かれている状況や人間関係を見極めながら、夢や情熱を感じる方へ歩みを進めていく、とても重要な時を迎えている。ふと浮かぶアイデアやビジョンを大切にしていくといいようです。今まで学んできたことについて考えてみてください。そして愛を持って最高の目的のためにそれを使っていく時を迎えているようです。導いていくような行動をしていくことで、人を感動させたり、やる気を出させたり、人々のお手本となっていくことができるという方もいらっしゃるのではないかなと思います。人の役に立つことをしていくことが3番さんの課題となります。不安や恐れの感情であったり、ストレスを感じるようなことがあるかもしれないんですけれども、精神面でのバランスを取りながら忍耐強く進めていくといいようです。ご自分のアイデアと他の人のアイデアを統合していくことで素晴らしい何かを生み出していくことができるようです。天国からの挨拶のカードが出ています。天国にいる愛する人が愛に満ちた祝福を送ってくれているようです。ご自分の直感を信頼することと、自分自身を信じることが大切になると思います。何かしらのサインを通してメッセージを受け取ることができるという方もいらっしゃると思います。夜眠っている間に見る夢に注意してみてください。目が覚めた時に覚えていることがありましたらメモっておくと、後から見返した時に夢に見たことの意味がわかるという方もいらっしゃるかもしれません。次にこれからどうなるのか詳しく見ていきます。大アルカナカードの逆位置の死神。火の5。獅子座の下弦の月。心を軽くする。射手座の下弦の月。感謝を行動で表す。お牛座の新月。自分の価値を知る。悩みや問題を抱えて進むことも戻ることもできない状況に陥るようなことがありましたら、
あまり深刻になりすぎずに、できるだけ楽に構えていくようにするといいようです。不安を強くする方向に意識が向いているなというふうに感じたときには、できるだけ心を軽くしていく方向ですね。明るさ、軽さ、軽やかさ、明るい感情の方に目を向けて、感情面でのバランスをとっていくとうまく運んでいくようです。もしかすると思い切った決断や方向転換が必要になるのかもしれません。気分を変えたいと感じた時には、感謝することを数え上げてみたり、感謝リストを作ってみるのも一つの方法だと思います。ありがたいなという気持ちが自然と心の底から湧いてきて、軽やかで幸せな気分になることができると思います。自分自身を信じること、自分らしさを大切にしていくことで、チャンスが開けてくると思います。良い知らせがあるという方もいらっしゃるのではないかなと思います。諦めることなく目標に向かって進んでいくことがとても大切になります。迷った時にはご自分の心の奥底の声を聞いてみるといいと思います。次に人間関係について見ていきます。逆位置のペンタクルの3、水のページ、人生を新たにする、未来を抱きしめる、ゆっくりと進む、人間関係に関するメッセージとしては、停滞しているように感じていたり、曖昧な関係や思うばかりで行動していないことがあるという方いらっしゃいましたら、感情面に関わる新しい経験をしていく時を迎えていくようです。誤解がある場合やなかなか打ち解けられない、距離が縮まらないと悩んでいる場合には、心からの思いを伝えていくといいようです。再生、復活、次の段階に進んでいくという方もいらっしゃると思います。あるいは親密な友情や恋愛につながるような出会いがあるという方もいらっしゃると思います。そのような時に大切になってくるのは、新しいものが入ってくる空間を作ること、さまざまなレベルでの浄化、そしてもう必要なくなったものを片付けて、新しいチャンスを迎えることができるように準備をしていくことだと思います。ご自分の家をきれいにしたり、軽めのお食事を心がけて体のメンテナンスをするなど、
内側と外側の両方をきれいにしておくといいようです。私たちは瞬間瞬間に未来を想像して作り出していると思いますので、一番素晴らしいと思う未来をイメージしてみてください。喜びに満ちた日々を送りたいのであれば、今現在に喜びを見出していきましょう。今幸せになってください。心を開いて人生という旅を楽しんでいくことが大切になると思います。忙しい日々を過ごすことが多いという方いらっしゃいましたら、時間をとってゆっくりとリラックスできる静かな時間、静かな空間の中に身を置いてみてください。急いでいた時には見えなかったものが見えてきたり、深い洞察が得られるという方もいらっしゃると思います。今という瞬間を大切に生きることで、ご自分の内なる力が大きくなってくるのを感じることができるという方もいらっしゃるのではないかなと思います。では次に、さらに詳しく3番さんに必要なメッセージ、アドバイスとなるようなメッセージを見ていきます。ソードのキング。大アルカナカードの無双化。肥沃な空間。回帰。二度目の開花。オラクルカード3枚とも同じようなメッセージが出ています。重要なメッセージになると思います。では伝えていきます。このイラストですね。イラストはとても幸先の良いカードですけれども、こちらのカードには黄金の種、こちらですね、黄金の種が描かれています。深い休息、回復の後に再び始める、始まっていく。人間関係やお仕事に関することかもしれないです。内なる冬の時期には、黄金の種は肥沃な土に抱かれていて、何も起こってないように思えても、見えない奥の部分では様々なことが動いています。様々なことが働いています。私たちもこのような冬の時期に立ち止まって休んで元気を回復することが成長のために必要になると思います。再び芽生えてつぼみをつけて花開くためのとても重要な時期、力強い時間ですね。力強い時間を信頼しながら日々を過ごしていくことがとても大切になると思います。私たちは
変化する存在です。永遠の成長のサイクルの中で人生や世界に変化をもたらしていきます。人生における大きな変化を受け止めていくようにと伝えています。今ここにいることには大きな意味があると思います。外の世界と内なる世界は一致していると思いますので、今まで抱いてきた大切なビジョンがあるという方いらっしゃいましたら、しっかり育てて実を結ぶように具体化していってください。次に何が起こるのか、どのような新たな物語を始めていくのかを決めるのは自分自身であるということを忘れずに進めていってください。連携と調和が重要になってくると思います。新たなチャンス、新たな可能性、新たな始まり、再生の時を迎えていくのに遅すぎるということはありません。人生を変えるような人間関係を花開かせていくためには、感情に流されることなく物事に白黒はっきりつける必要があったり、何かをきちんと終わらせることが必要なのかもしれません。生命のサイクル、冬の後には必ず春がやってきます。情熱を傾けたいことがあるのではないでしょうか。2度目のチャンスがやってくるようです。年齢も過去も関係ないと思います。恐れずに自分自身を信じて、人生の目的や情熱に従って思い切ってやってみる、そういう時が近づいてきているのだと思います。変化を受け入れて人生にイエスと言いましょう。では最後にブルーミングホープオラクルカードの方から1枚メッセージをいただいていきます。マリーゴールド、嫉妬。嫉妬のような感情は、その根底には愛があると思いますので、人として自然な感情なのだと思います。コントロールできないような感情にとらわれてしまう時がありましたら、その感情を含めた自分自身を心から愛してあげましょう。自分自身を愛し抜いた時、不思議と現実が動き出して問題が解決する方向に向かうこともあると思います。自分自身の内に湧き起こるあらゆる感情を認めて、自分自身を愛することで現実を変えていきましょう。3番を選ばれた方へのメッセージは以上になります。ピンとくるメッセージや心に残るメッセージがございましたら、参考にしていただけると幸いです。愛と感謝を送ります。ありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。